皆さん旅行はお好きでしょうか。防感染症が5類へと変更されたこともあって、これから旅行の計画という方もいれば、なかなかねという方もいらっしゃるかもしれません。そんな皆さんのために一人旅の魅力を伝えていきたいと思いますよ。本日やってきたのは埼玉県にある大宮駅。今回のテーマは昭和・平成レトロの旅とでも題しましょうか。新幹線停車駅でもある JR 大宮駅を東に抜けると、お出迎えしてくれるのがコリスのトトちゃん。何か懐かしさもあるデザインはまさにレトロ旅の始まりを感じさせてくれるもの。トトちゃんは平成2年に大宮のマスコットとして決定されたようで、長く愛されているキャラクターみたいですね。とてもいい。さて、コリスのトトちゃんに癒されつつ、今回の目的地の一つであるすずらん通りに到着。なんで商店街って思う方もいらっしゃるでしょう。私はとある田舎の出身なのですが、こういった商店街はもうほぼ見かけなくなってしまいました。だからでしょうか、商店街から感じる懐かしさとレトロ感は私にとってはとても楽しいもの。歩いてるだけで気分が高まる。最高。正直一人旅でまずおすすめするのは商店街を街ぶらすることです。お目当ての店はもちろん一期一会のお店に出会えるかもしれませんよ。歩いてると左手に見えてきたのが銀座ライオンさん。お恥ずかしながら東京にしかないのかと思っていました。ビール好きならぜひ。私は普段あまりお酒を飲まないのですが、旅行先なら話は別。こうやって商店街を歩いてお店を見つけてみるのも楽しいですね。さて、一人焼肉でおなじみの焼肉ライクさんを進んでいけば1本目の通りは終わり。とはいえまだまだありますよ。裏路地には居酒屋に中華そばにと、右手にはおしゃれなレンガ造りの昭和レトロ感ある喫茶店かな。もしやっていたら入ってみたかった。この区域は全てがすずらん通りかと思っていたのですが、すずらん通りにウエストサイドに一番街と通りごとに名称が違うようですね。さて、お次が一番街。飛び出さんばかりの魚が印象的なお店の看板。てかこれエラって読むのか。勉強になります。右手に見えるのは大宮ラクーン。ラクーンといえばゲーム好きなら某バイオハザードを思い出しますが、こちらのラクーンはショッピングモール。天井にはレトロ感ある時計を発見。商店街の良さってこういうところにもあるんですよ。こういったデザインのものって最近では見かけなくなりました。街ぶらで探してみるのはどうでしょうか。何やらふと気になって左手を見てみると、なぜかスパイダーマンがお出迎え。カプセル、ホテルにネカフェでしょうか。飲んで終電がなくなっても一安心。スパイダーマンが優しく迎え入れてくれるはず。時間の都合上お昼前に訪れたのですが、夜になったらさぞかし賑やかになるのでしょうか。いつか夜に訪れてみたいものです。さあ、本日のお目当ての2つ目が見えてきました。見てください。この外見と表に飾ってある食品サンプル。カフェ&デリの伯爵亭さん。見た目も雰囲気もいいなら入らない理由はないでしょう。さあレッツゴー。これ店内なんですが、なぜかモナリザがお出迎え。しかも微妙に傾いてるのがなんかいい。この謎感を感じつつも、店内はいわゆる純喫茶のような最高の雰囲気。メニューはこれなんだろう、最後の晩餐かな。ちょうどお昼時だったのでランチメニューのナポリタンを注文。昭和レトロといえばこのメニューは外せない。地元と違って具材にイカが入っていたり味付けが違ったりと驚いたのですが、てか何よりうまい。デザートはプリンパフェを注文したのですが、手が込んでいてビジュアルも味も抜群。写真趣味の私にとってはテーブルフォトもはかどり最高のひとときでした。お一人様も多く入りやすいのがグッドポイント。満足。ごちそうさまでした。
さて、駅に戻ってきました。大宮駅からニューシャトルに乗って鉄道博物館へ向かっていきましょう。ビル間を縫うように走るニューシャトル、なんだろう、めちゃくちゃ良かった。さて、大宮駅から一駅のこの鉄道博物館駅、その名の通りホームからして鉄道一色。入ってすぐ見えるのが日本でここだけのプリントシール。鉄道ファンならぜひやりたいところ。裏にはガチャガチャがあるのですが、まさに鉄道ファン向けで強い。本を走り抜けてきた色がある。これめちゃくちゃかっこいいフレーズ。正直鉄道関連は全く詳しくないのですが、レトロ好きとしてはこの昔のごつい電車のデザインは刺さるものがある。実はこの駅、電車で GO や鉄道部品などの展示もあり、鉄道趣味の方はもちろんお子さん連れにも楽しめる仕様になっています。改札を抜けると光の差し込むおしゃれな通路へ。行きは気づかなかったのですが、駅ホームをイメージした環境音が流れていて、とても心地のいいものでした。これ SL かな？しかも正月仕様になってる？イベントの時期は何か変化があるのでしょうか？いや、いい時期に来たもんだ。こちらは実際乗れるような仕様になってるみたいですね。写真撮影ポイント。さて、見えてきたのが3つ目の目的地、鉄道博物館。入場チケットを購入していざ入ってみましょう。エントランスは吹き抜けてなんせ広い。天井にはウッドパネルでしょうか、美しく目を引くデザイン。そして足元を見てください。ガラス床から見える先は先ほどの SL にもついていた車体プレート。この武骨なデザインが昭和レトロを感じさせてくれてとてもいい。しかも説明文もあるので入る前から楽しめる仕様。入場を済ませると見えてきたのは謎の物体。これなんだろうと思ってよく見てみると、映画ポッポ屋をイメージしたもののようで、よく見ると確かに感じ取れるものがある。さて、圧倒的存在感を発揮していたのが正月仕様のこの黒い列車。私の知識不足な点を差し引いても、見た目のレトロ感とかっこよさはピカイチ。そういえば今ってこれだけ濃い色の電車って走っていないのでしょうか。あまり見ないような。なんだかノスタルジックでいいですよね。さあ、車両ステーションのエリアへと入っていくと見えてくるのは昭和レトロ代表といっても過言ではない SL 車両。これ1号機関車とのことで国指定の重要文化財。海外の観光の方でしょうか、熱心に写真を撮られている方がたくさんいました。このようにたくさんの歴史ある車両が並んでいるのですが、正直こんなにあるとは思っていなかった。写真趣味の方も鉄道ファンもレトロファンも満足できるでしょう。そして中央にこれまた正月仕様になった SL が鎮座。ここはまさに写真スポットのようで、家族連れの方がたくさん写真を撮っていらっしゃいました。私もご多分に漏れず広角レンズで1枚。電車もカメラもあんまり興味ないんだよね。そんな人でも大丈夫。鉄道博物館の良いところは体験ができること。このレトロでノスタルジックな車両も実際乗ることができます。右手に見えるのが歴史を感じることができる車掌室の看板。
そして映画でしか見たことないような木製の椅子に味のある内装。実際座ることもできるので雰囲気に浸ってみるのもいいでしょう。ここでも1枚パシャリ。続いて2階へ。先ほど中央に鎮座していた SL を上から眺められる絶好の写真ポイント。これ実は中央が回るらしいです。もし見ることができればラッキー。さあ先ほどとは反対側、こちら側にはレストランエリアがあり、食堂車をイメージしたエリアで食事ができるとのこと。実は入ってみたかったのですが10組ほど並んでいたため時間の都合上断念。食堂車のビーフシチュー食べてみたかった。また次回。2階は通路にも工夫があり、鉄道の変遷をたどることができます。私の誕生日の2月11日は12日しかなかった。運転規定がなんとやら。こうやって自分の歴史を重ねてみるのも楽しいでしょう。その他にも鉄道をイメージしたステンドグラスがあったり、駅弁の歴史があったりと見どころは満点。レトロな歴史を感じながらゆるりと回るのをおすすめします。映像にはないのですが、面積の広いお土産売り場も充実しているので、最後の最後まで楽しめること間違いなし。ちなみに私はスイカペンギンのガマ口ポーチとスマホステッカーを買いました。なんとも可愛い。ノスタルジックな思い出を持ち帰りつつ大宮駅へ。最後の目的地はまさに構内にあります。と構内はお土産もさることながらいい匂いがするんですよね。これクロワッサンでしょうか。この匂いは卑怯だわ。買いたい気持ちを我慢しつつ、その先にあるお目当てのグルメコート大宮横丁へ。大宮駅へ来たならぜひとも入ってほしい場所です。内装はもう昭和レトロそのもの。昭和スターにパチンコに交番かな。ナショナルに、これは古い007でしょうか。このちょっと小汚くも美しい雰囲気はまさに求めていたものたまりません。昭和レトロといえばやはりクリームソーダ。器も昭和を感じられてノスタルジックさ満載です。ほんと最高。他にもナポリタンや焼きそば、ラーメンに丼など、もはやないものはないのではと言わんばかりのラインナップなので、お食事どころとしてもぜひおすすめできますね。さあ今回は大宮駅周辺の一人旅をご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。もしあなたの旅のきっかけになれば幸いです。そしてなかなか旅に出られない人も空想旅行のお手伝いができたなら私も満足です。これからも一人旅をしていきますので、またお会いできたらいいですね。それでは次回の旅で。